こんにちは、レイト開発の K です。今回はですね、この RC カー専用の回転灯 LED を使ってるんですけど、この LED 回転灯の紹介と、あとはですね、最初に仕様の説明ですね。こんな風に使えますよっていう仕様の説明をさせていただいて、で、その後にですね、一応作例という形で、取り付け方を含めて、実際の車体への取り付け方を含めて、こっちですね。こっちの車体にですね、これを実際にこの辺りにですね、取り付けるっていうのをやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速ちょっと光らせるっていうのをやっていきたいんですが、まず色がですね、3つありまして、とりあえずなんとなく一番オーソドックスなこのオレンジ色、これからちょっと光らせてみたいと思います。で、今回は簡易的にですね、こんな感じで走行用バッテリーと ESC、あとは受信機ですね。これをつなげた、簡易的な実際の車両と同じ構成、同じような接続をした状態のものを用意してまして、でまず接続が、この受信機ですね。この部屋皆さんご存知だと思うんですけど、一般的な LED のライトパーツなんかと一緒で、ここに差し込むっていう形なんですけど、ここでちょっと気になるところがあると思うんですけど、普通の LED ライトパーツに対して、これなんか配線が3つありますよね。これがですね、この回転灯のいいところで、実は信号にも対応してると。ちょっとこの辺は説明すると難しいんですけど、実際に動かすとわかると思うので、まずやってみますね。で、差し込みの向きなんですけど、こういう黄色、赤、茶色ってなってるやつは、茶色がマイナスになるので、こういう白、赤、黒っていうのは分かりやすいと思うんですけど、黒がマイナス。で、これの黒と一緒ですね。茶色が黒っていう、意味っていうか、同じ意味ですね。になるので、じゃあ今回は、とりあえずターボレーシングの3チャンネル。ここに挿します。この向きですね。ターボレーシングの受信機は、マイナスが一番右なんで、ちょっと見えづらいと思うんですけど、一番右にマイナスって書いてあって、真ん中がプラス。で、一番左が S で信号ですね。になってるんで、このコネクターの茶色をマイナスのところに合わせるようにして差し込むと。で、送信機の電源入れます。で、実際これは車体側ですね。車体側のこの電源。これを入れます。そうすると、こんな感じで光ります。もうこの時点で、だいぶ可愛いですよね。こんな感じで、ちゃんとですね、くる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 光るんですよ。で、例えば、ちょっと今回せっかくなんで働く車系を置いてあるんですけど、このトートラックの、こういうところとかに、こうつけたりとか、もちろん取り付ける場所は自由なんで、なんか、こういうところですね。こういうところにこう、つけたりとか、っていう風に、いろんな表現ができるんじゃないかなと。で、ここからがですね、商品名にもある通り、BC 電源、つまりここに挿すだけですね。ここに挿すだけで、この受信機から BEC 電源を取るだけっていうのにも対応してますし、あとはですね、遠隔操作にも対応してますっていう風になってるんですけど、そっちですね。そっちがどういうことかっていうと、今回3チャンネルに挿してるんで、ちょっとやってみますね。ターボレーシングの場合、3チャンネルの操作はこの左下のボタンで行いますので、これをですね、押すと、こう光り方が、ちょっと黒バックの方が分かりやすいかな。こんな感じで。で、今もう一回押して変わらないんですけど、もう一回押しますね。そうすると変わると。このターボレーシングの3チャンネルに挿したときは、2回押すたびに変わるっていう感じですね。次はこれです。で、もう一回押します。1、2。これで消灯ですね。で、もう一回、1、2。これが一番最初の回転ですね。で、もう一回、1、2。ゆっくり回る。1、2。このちょっとフラッシュみたいな光り方。で、このフラッシュみたいな光がずっと続くような光り方。なので4種類ですね。消灯を入れたら5種類か。もう一回やってみます。パターン1、2、3、4。で、一応5。5が消灯。こんな感じで、
順番に光り方が変わっていくっていうような動きになります。これが遠隔操作対応っていう部分ですね。なので、もし複数チャンネル対応している送信機、受信機使われている場合は、こんなような使い方ができますよと。で、この信号の拾い方なんですけど、この3チャンネルだとちょっと若干わかりにくいかもしれないんで、ちょっと一回電源を切りまして、あえて、普段こんな使い方しないですけど、あえて1チャンネルに挿して動きをもう一回見てみたいと思います。で、これでさっきよりもうちょっとわかりやすくなると思うんですけど、どうやってやればいいのか、こうか。ちょっと、こんな感じでいきます。まず、右に回してみますね、ステアリングを。右、で、左。今、右、左ってやったら、変わりましたよね。もう一回右。で、左。こういうことなんですね。こう、ステアリングホイールで言うと、ステアリング操作で例えると、右、左ってやった時に、その信号を拾って、これがですね、この光り方を変えるっていう仕様になってます。なので、右、右ってやっても変わんないですね。右、左って、こう、反転させた時に、まあそれを、感知っていうと大げさですけど、まあそれを拾って、こう、光り方が変わるっていう仕様になってます。ただもちろんステアリングホイールでは普段制御するのはちょっとおかしい感じになっちゃうんで、まあ一般的には3チャンネル目とか4チャンネル目空いてればそこで使ってもらうっていうような使い方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ次に一応色の違いも、今のがオレンジですよね。色の違いを見つつ、分岐してつなげた場合の動きも一応ちょっと見ていただければと思うので、ちょっとやってみます。これ分岐コネクターですね。この分岐ハーネスをかまして、ここに色を合わせて同じ色同士でつなぐと。もしこの分岐ハーネスが白、赤、黒の場合は、黒と茶色の位置を合わせるっていうことになりますね。で、これつなげます。今、さっきオレンジでしたけど、今赤と青をつなげました。で、これをですね、さっきと同じく3チャンネルにつなげます。はい、じゃあこれでまた電源を入れると。そうすると、まあ、こんな感じでですね、まず色としては、赤と、こっちが青。こんな感じの光り方、色ですね。色になりますと。で、これでこっち操作したらどうなるのっていうと、こんな感じですね。両方一緒に変わっていきます。で、一応お伝えしておきたいところとしては、このフラッシュ、これがですね、最初同時に点滅してるんですけど、こんな感じで。しばらくほっとくと、これ、そこまで正確にこう動いてるわけじゃないので、わかりますかね？今なってきません。最初同時に光ってたのが、だんだんずれてくるんですよ。で、これが、まあ僕は個人的には、これはこれでかっこいいなって感じなんですけど、まあ人によっては気になっちゃうかもしれないんで、ただもう、このものとしてはですね、こういうものなんで、じゃあこれ、全く同時に光らせたいけどっていう場合には、ちょっと僕の知ってる範囲では無理かなっていう感じです。なので、まあこういうものとして、事前にですね、知っておいていただいた方がいい部分かなと思います。こんな感じで、こうだんだんずれてっちゃうんですよ。で、このままほっとくとまたちょっと同時になってくるんですけど、またずれていくみたいな、そんなような感じになります。はい。というわけで、こんな感じでですね、普通の電飾パーツに比べて、ちょっと気の利いた仕様になってるというか、この本体側にですね、まあよく見ると、ここに基板が入ってるんですよ。でこの基板で制御するような形になってるので、この複数チャンネルで制御できないよっていう場合でも、最悪挿せば普通の回転だけは楽しめると。で、さらに、こう3チャンネル目を使って操作できるような環境の場合は、操作することによって、さっきやったみたいにですね、こう光り方のパターンが変わっていく。全部で光り方のパターンとしては4種類か。4種類が楽しめるっていうような、そういうアクセサリーになってます。なので、写真だけで見ると、このコネクタが、あれなんで LED ライトパーツなのに3つあるんだろうと思うかもしれないんですけど、一応理由としてはそういうことですね。これがまあ、一般的な LED のライトパーツなんですけど、
これの場合はですけど、黒がマイナスで、白は、これの場合は、本来赤でもいいところなんですけど、白でプラスになってると。2極しかない。で、信号はないっていう。これが普通ですよね。はい。じゃあ、ここからですね、じゃあ実際にこれどうやって車体に取り付けるのっていうところなんですけど、もちろん工作とかが得意な方は全然自分なりのですね、付け方で付けていただければいいと思うんですけど、全然わかんないよっていう方のためにですね、一応取り付け方の例をいくつか考えてみたので、ちょっとそれをご紹介させていただきます。ちょっとこれが、さっきですね、いろいろ試してみたんですけど、まず難点としては、もうジャックがあるんですよね。これを、このコネクタをこう刺さなきゃいけないんで、この受信機に刺すために、このコネクタがあるんで、このコネクタがあることで、単純にですね、これをどこかにこう、ポン付けしようとしたときに、こう線が邪魔しちゃいますよね、こんな感じで。で、この線が邪魔しないように取り付けようと思ったら、こう、穴にですね、これを通して、で、こんな感じで、これがボディだとしたら、こんな感じで取り付けなきゃいけないっていうところが難点なんですよ。で、それをどう回避するかみたいな話なんですけど、まず、一番オーソドックスなのは、もう単純に、これが10ミリ径なんで、ここが。この直径に合わせて10ミリの穴を開けちゃうと。で、そこに、こんな風にして、接着するなり、裏からかなり強力なテープが必要だと思うんですけど、テープかなんかで留めちゃうとか、そんなような方法が一つ考えられるかなと。あとはこれの、ちょっと応用みたいな感じで、10ミリの穴を開けます。で、そこにですね、適当に切ったプラ板か何かを裏からこう貼って、で、このコネクタだけがここ通せるみたいな。こんな風にして、で、ここ10ミリで開けた穴がもともとですね、穴があるので、ここにこれをこうスポッとはめちゃう感じ。で、当然ここもですね、接着するか、丁寧にやる場合は、一応ここにネジ穴がついてますので、このネジ穴2つ、これを活用して、ここにさらに穴を開けて、裏側からビス止めしちゃうというのも方法の一つかなと思います。あとはですね、とにかくこのコネクタを通す穴があればいいっていうところで、これをもうこんな感じで、今もうここ実際書いてあるんですけど、まず、目安として、ちょっと全然違うところにもう一回やってみます。こんな感じで、これこう四角を書いてなぞって、こんな感じですね。で、あとこっち側を適当な幅で塞いで、長方形を書いてですね、ここを穴開けしちゃうっていう。で、穴開けの方法は、もちろんいろいろ考えられるんですけど、例えば、ピンバイスみたいなものがあれば、それでこう3つぐらい、こんな感じで穴を開けてですね。で、そこを、カッターか何かでつなげて、で、さらに、ヤスリか何かでこう、こすって、で、こんな感じですね。長方形にすると。で、このやり方の場合は、一応気をつけていただきたいのが、幅をですね、8ミリぐらいに留めておくと。このライト本体が10ミリ径で、このコネクタの部分がですね、幅がだいたい8ミリなんですよ。なので、10ミリは超えないようにしたいですよね。で、だいたい8ミリの幅を限度にしながら、こう穴を開けて、ここにこれをギリギリですね、こう通して、でそうすると、こう開けた穴を、8ミリ幅なんで、10ミリの直径で覆い隠すことができますので、こんな感じで、こう、ちょっと、これ今こんな感じですね。これを10ミリあるから、こうちょうど隠せるんですよ。これでネジ止め、または接着っていうような取り付け方っていうのもやり方の一つかなというふうに思います。はい。というわけで以上ですね。一通り仕様と、あとは動き、動きというか、光り方ですね。光り方について説明をさせていただいたんですけど、ここからはですね、実際に、参考の作例という形で、実際これにですね、もともと取り付けたいなと思ってたので、これに取り付けるっていう作業をですね、やっていきますので、良ければ参考にしていただければと思います。で、今回やりたいのはですね、これの屋根のこの辺ですね。
この辺に青を2つ、こんな感じで、青を2個つけたいなと。2個つけるんで、この Y ハーネスですね。分岐コネクタを使って、こんな感じですよね。こんな感じで、ちょっと見えづらいですかね。こんな感じか。こんな、見えづらいですね。これは無理だな。こうですね。こんな感じで、2個つけて、このフラッシュ。これがかっこいいかなと思ってます。これ何度か動画でご紹介させていただいたと思うんですけど、この車体はちょっとゆくゆく、後ろ側ですね。走行用バッテリーを積んで、こう、ウッド社長とかがバッテリーなくなっちゃったとかってよく言ってるんで、まあそういう時にこうバッテリーを渡してあげる。ここにもちょっともうロゴ入れてあるんですけど、バッテリーサポートって入れたんですけど、ちょっとバッテリーなくなっちゃった人にいつでもバッテリーを渡せるように、バッテリーを運ぶ車両にしたいなと思ってますので、ちょっとこういうのがついてるとそれっぽいかなっていうので、今回まずはこの回転灯をですね、つけてみたいと思います。ゆくゆくこの2台もそんな感じでバッテリーをこう詰めるようにカスタムしたいなと思ってるんですけど、今回はですね、この回転灯のご紹介がてら、ここにこれを取り付けるっていうのをやっていきたいと思います。はい、じゃあ今回何はともあれ、まずボディ外さないといけないんで、ボディを外しましたと。これを外すのはそんなに難しくないと思うんですけど、さらに内装もですね、外してます。で、この内装を外すときに、ここのビス2本取ればいいんですけど、さらにですね、実はこのミラーパーツ、これがですね、こんな感じでついてたと思うんですけど、こんな感じで。この下のやつですね。この下のやつを一旦外さないと、爪が内側にここ出てて、それがですね、こう引っかかって外れないんで、ミラーの下のパーツだけでもいいんで、ここですね。ここを外す必要もあります。で、内装を外しましたと。そしたらあとは、さっき予定していた、ここですね。ここら辺に、両側につけたいので、まず片方ですね、位置を決めて、で、それと同じ場所に毛書きですね、目安の線を入れていきたいと思います。なので、まず、この辺かなっていうところに当てがって、で、シャーペンか何かでいいと思うんですけど、これで、こう、なぞっちゃっても、この辺かなみたいな。なぞってあげると、だいたい、こう、丸が書けると思うので、で、この丸のですね、まあ、どっちがいいのかな。どっちでもそんなに変わらないと思うんですけど、この向きにしましょうか。この向きに、こんな感じで、まあ、さっきの長方形の穴を開けるパターンですね。それでいきたいと思います。なので、この辺かなっていう。で、ここが、さっきも言ったように、8ミリですね。8ミリを限度として穴を開けて、まあ、接着するっていうような方法でいけるといいかなと思います。じゃあ一旦マスキングテープをちょっと目安で、こんな感じで、なるべくまっすぐですね、こう貼って、これぐらいですかね。で、一応ちゃんと綺麗に貼れてるかっていうので、まあ目安程度でいいと思うんですけど、ここが端っこから15ミリ。で、こっちが同じく端っこから15ミリ。みたいな感じで、まあ、1ミリ以内ぐらいで収まってれば、これぐらいのスケールのモデルだったら、パッと見で、相当勘のいい人じゃないと、ずれてるねっていうのは気づかないと思うので、これで、ここはまずまっすぐ貼れましたよと。で、今度は、ここですね、ここを8ミリ。8ミリのところに印をつけて、で、こっちも8ミリですね。8ミリのところに、こう、印をつけて、煙突邪魔ですね。これが、ちょっと作業しづらいと思うんで、もうあらかじめ外しちゃいます。はい、ちょっとこれ邪魔だったんで、ちょっと外しました。これ外しといて、で、さっきの続きです。さっき入れた8ミリ、8ミリのところを、こんな感じで、これでまあ、もう8ミリっていう幅の
線を引けたっていうような感じなんで、あとはここに収まるようにですね、今度は、若干目検討にはなりますけど、端っこから13ミリでした。さっき入れた線が13ミリだったんで、13ミリと、あとはこれがですね、厚みはだいたい3ミリぐらいなんで、13ミリの、さっきの13ミリと、プラス3ミリで16ミリのところに、もう線を描いちゃうと。あとフリーハンドでいいと思うんですけど、こんな感じで。どうせ工作するときにそんなに正確にできないんで、こんな感じですね。で、同じく13ミリと16ミリをこっちから取ると。13ミリ、16ミリ。で、一応つなげといて、あとはここにピンバイスか、まあ何かしらのドリルですね。ドリルでこう穴を、まあ3ミリ幅なんで3ミリのドリルでもいいとは思うんですけど、僕はちょっと怖いんで、ちょっと余裕を持って、こういう時はだいたい2ミリとか、2.5 ミリとかぐらいで穴を開けます。はい。で、最近せっかくデューロのミニルーターが販売開始されてますので、今回はルーターですね。ルーターに、このドリルビットは汎用品です。うちでは販売してないんですけど、まあ 2.35 ミリ対応のドリルビットの2ミリです、これは。2ミリ系の穴を開けられるドリルビット。で、このチャックの部分ですね。ここが 2.35 ミリ。で、穴を開ける場所なんですけど、こういうちょっとある程度正確に開けたいなっていう場合は、こう、キリか何かで、最初にちょっとこう、点を打つっていう、なんていうんですか、点の穴を開けとくみたいな。っていう風にしとくと、あんまりずれにくいんで、結構穴開けるときってずれちゃったりするじゃないですか。なんで、こんな感じで、穴を開けておいてから、これで穴を開けていくと。で、まあ3個ずつぐらい穴を開けて、で、これを、まあ適当に、もちろん怪我には気をつけていただきたいんですけど、これを一旦カッターか何かでつなげちゃうのがいいと思います。これを、こんな感じで、この刃がすっぽ抜けて怪我しちゃうっていうのだけ気をつければ、ここはそんなに難しくないと思います。で、あとはこういう平のヤスリか何かで整えてあげればいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。削って、平のヤスリで削って、こんな感じに長方形の穴にしたという状態になりました。で、ここでですね、とにかくこのコネクタですね。このコネクタの先っちょがここに入るかどうかっていうのが問題なんで、まあ当然削りながらですね、こう様子を見ながら、今これがなんとかこう入ると。あ、入んない。入んなかった。これ、すいません。今、これですね、先を通して、あ、入るわと思ったんですけど、この最後がちょっときついですね。もうちょっと、ぴったりすぎますね。こっちもそうかな。こっちもそうですね。ちょっとぴったりすぎちゃったんで、もうちょっと広げます。なので、これを、多分今横幅もちょうどすぎて、縦もちょうどすぎたんで、これで、めちゃめちゃギリギリですけど、ちょっとなるべくここ小さめにしたいですよね。隠しやすいように。お、いけましたね。これで入ったんで、
で、こういうことですよね。こんな感じ。こんな感じで取り付けたいなと思います。なので、もうこれでいけたっていうのが分かったので、このマスキングテープを剥がしちゃって、で、消しゴムで、このシャープペンで毛書きを入れたところは、消しゴムで消しちゃいます。で、ちょうどですね、ちょっと見えにくいと思うんですけど、これ今ちょっと見えにくいと思うんですけど、見えないですね。ちょっとさっきのこれでいくと、今、長方形に開けた穴からこう通して、で、ここにネジ穴が見えてるんですよ。こうやって。ちょうど2個。で、今回ちょっとここを使ってネジ止めをしてみようと思います。で、一応このネジがついてるんですよ。おまけで。で、ただこれがですね、こう実際にねじ込んでみると、結構長くてですね、これぐらいで止まっちゃうんですよ。なので、こう短いネジに変えていただくか、ちょっと謎なんですけど、このナットもついてるんですよ。このナットどうやって使うんだろうと思うんですけど、このナットをちょっとスペーサー代わりにして、こんな感じですね。多分これ、製造元さん、サードパーティーさんも、こういう使い方って言いたいのかもしれないですけど、友締めっていうか、これで、ナット入れといて、で、これを締め込んで、で、厚さが足りない場合は、このナットをここから締めて、友締めみたいな感じにして止めるっていうやり方でもいいんじゃないかなと思いますので、ちょっと今回は、あえてこの付属のネジを使って、そんな風にして止めてみたいと思います。で、ちょっとさっき見ていただいた通り、非常に見えづらいので、ここで一回どんな風にするかっていうのをやってみますね。まず、付属のビスにナットを入れてます。こんな感じですね。で、この状態で、この長方形の穴の裏側から、こうネジを入れて、それでも緩い状態途中で止まっちゃうんですよ。ギリギリちょっと緩いなぐらい。なので、ここで、このナットをですね、こう、締めてあげて、でこの状態でこう、グッてやると、結構強く止まるんで、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、もうちょっと緩めてからやった方がいいかな。こう、ネジの方ですね。ビスは緩めなんだけど、そこからナットを締めるって感じです。ビスは回さないんだけど、ナットだけ締めて、で、こんな感じですね。そうすると結構グッて止まるんで、多分これ、1本だけでも場合によってはいいかもしれないです。転倒してここをどこかにぶつけた時とかに、ちょっとこう、逃がせるようになってた方が、破損しづらいかなっていうのもあるので、ただ、ずれやすい、で、緩みやすいっていうのがありますので、ちょっとこの辺は人それぞれ考え方とやり方があると思いますので、で、もちろん接着だけでもいいですよ。なんかゴム系のボンドで G クリアみたいなやつで、これペチョッとくっつけちゃって、そうすると、ぶつかった時に、最悪 G クリアがベロって剥がれるだけなんで、ゴム系の接着剤のそういうのはいいところかなと思うので、そういう止め方でもいいと思います。ただ今回の車両の場合は、あんまり転倒するような走らせ方をしないものなので、なんかサポートカーみたいな感じで想定してるので、ネジ止めがいいかな。ネジ止めしちゃおうと思います。はい、こんな感じで、もう今4本目ですけど、こう止めて、ネジ止めで止めて、こんな感じですね。こんな感じになってます。で、表から見ると、こんな感じですね。お、いい感じですね。かっこいいですね。で、今回はこの内装をつけたときに、これがですね、当然、外から見たときになるべく見えたくないですよね。見えたくないので、ちょっと取り回しは考えなきゃいけないんですが、なるべく目立たないっていうところで、そのまま端っこからですね、持ってこようと思うんですけど、
僕がですね、こういう時によく使うのが、これ、普通はこんなに長さいらないと思うんですけど、アルミガラスクロステープっていうやつ。これ見覚えある方も結構いらっしゃると思うんですけど、昔はよくラジコン、昔っていうか今も売ってると思うんですけど、ラジコンショップっていうか、模型店というか、RC カーのサーキットとか、専門店みたいなところに行くと、これのもっと全然短いやつですね。これめっちゃ長い。多分50メートルとか、そうですね。50メートル。違う。20メートルですね。20メートルもあるんですけど、これのもうちょっと細い巻きの短いやつが、ボディの補強用で売ってたんですよ。多分今も売ってると思うんですけど、ただこれですね、今結構便利な世の中で、Amazon で普通にアルミガラスクロステープって多分検索すると出てくると思うんで、基本同じものですね。こういうようなものを使うと、こういう取り回しを整理するというのが結構便利です。これを適当な大きさにこう切って、で、これで貼っていくんですけど、で、こんなのないよっていう場合は、一応ですね、マスキングテープとかでも結構強く止めれるんで、それでもいいと思います。実際これ、アンテナ製の取り回しマスキングテープで止めてあったりするんで、マスキングテープで代用して様子見てもいいと思います。で、どうしても剥がれちゃうなっていう場合は、こういうなんか強力なテープで止めるっていう風に切り替えてもいいんじゃないかなと思いますけど、今回ちょっとこれあるので、これでやっていきます。これをですね、ここに、こんな感じで、こう止めちゃうんですね、こうやって。これで結構もう強く止まるんで、で、この手のテープっていうのは圧着って言って、こう、強く押さえるほど強く貼り付くんで、指でぐーっと押さえるようにして、かなり強い力でぐーっと押さえるようにして貼ってあげると、結構ですね、剥がれにくくなります。はい、両側ですね、これで止めて、で、本当はすごい丁寧にやるなら、さらにこの上ですね、なんか、フラットブラックかなんかで、艶消しの黒かなんかで塗ってあげると、もっと目立たなくできるんですけど、今回はちょっとこのままいっちゃいますね。で、多分これをつけちゃって、このまま、ちょっとうまくいかなかったりやり直しますけど、一旦これでつけちゃって、そうですね、ここそんなにコードが強く圧迫されるようなことはなさそうなので、ここから、そうですね、結構余裕があるので、ここから出しつつ、ちょっとでも心配だな。動画撮影もしてますし、あんまり無茶せずに、ちゃんと真面目にやります。ここの角から出せばいいかなと思ったんで、ここを、こう、パチンとニッパーで落としてしまうか、ルーターとかお持ちだったら、ルーターでジュイーンとちょっと、こう、削るっていうやり方でもいいと思いますし、そんなに目立つところじゃないんで、ちょっと荒っぽいですけど、ニッパーでこの角を落としてしまって、で、この今コードが出てきてるところ、そのままですね。そのままここからこう、持ってくる。この配線ですね。こんなようなやり方でやってみようかなと思います。で、結局これをまとめないといけないので、ボンネットの中で収めてもいいんですけど、ボンネットの中があんまり配線でごちゃごちゃしてもなっていうのがあるので、これ一旦分岐コネクタでまとめて、でこのごちゃっとしたところはなるべくここにでも収めてしまおうかなと思います。なので、こんな感じがいいかなと思うんですけど、これだと多分ここに挟まっちゃうんで、どっちがいいですかね。ちょっと一旦こっち側に、もしかしたらこうしないといけないかもしれないですけど、ここをまたぐときに、一旦こうじゃなくて、こっち側にやってみます。こういう時もなんかこういうようなので止めちゃえばいいかなと思うんですけど、ちょっと一旦仮でですね、うまくいくとは限らないので、こういう時は一旦仮で止めて、うまくいったらまたしっかりどうにか工夫するっていうやり方でいいんじゃないかなと思います。なので、これをこう持ってきて、ちょっと強引ですけど、こんな感じで、こんな感じですね。こんな感じで止めて、
で、ちょっと閉まるかやってみます。いけますね。いけそうですね。ちょっとここ、線が圧迫されてますけど、この辺も心配だったら、ここですね。ここをこう、少し落としてあげて、隙間を作ってあげて、コードが通りやすくするっていう風に、そういう処理ですね。をしてあげてもいいと思います。ちょっと今せっかくルーター出してるんで、ルーターで削っておきましょうか。ここですね。ここを、はい、こんな感じでちょっと落としました。これでまあ、そんなに見えないところなので、今若干荒っぽく削っちゃいましたけど、これで問題なくいけると思いますので、こっちですね。まずはこっちをちゃんとネジ止めですね。ここまだしてないんで、ちゃんとネジを元に戻して、で、この辺ですね。変に噛み込んじゃったりしてないかっていうのを確認しながら、これを元に戻していくと。で、危ない。今、忘れてました。この、ライトも作業のために、もともとついてるヘッドライトですね。これも作業のために取っちゃってたんで、これも元に戻しておきます。で、ちょっと今回ですね、本当は、このライトも、さっきの分岐コネクタをさらにもう一本使って、ここでですね、ここでもう一回こうまとめて、こっちもつくようにしたかったんですけど、ちょっと手元にですね、この分岐コネクタが1個しかなかったんですよ。で、またちょっと後日直しますけど、本当はここでまた分岐コネクタを使ってヘッドライトもつくようにできます。で、ヘッドライトは信号を拾わないんで、当然常時点灯になるんですけど、こっちは信号を拾って、最初に紹介したパターンの変更ですね。っていうのは効きます。っていう風にできる予定だったんですけど、ちょっと今回、すいません。ここの分岐コネクタが足りないという状況なので、一旦ヘッドライトはなしでいきます。ただ、いつでも追加すればまた、復活はできるので、一応ちょっとそういう状況ですので、すいませんが、お願いします。で、なんでそんなことしなきゃいけないかっていうと、これ、もともと、このキットがですね、2スピードミッションがついてますので、1チャンネル目ステアリング、2チャンネル目スロットル、で、3チャンネル目で、ミッションのギアチェンジっていう風になってるので、4チャンネル目を使わないといけないんですよ。で、4チャンネル目しか空いてないっていう状況で、これを持ってきてますので、ちょっととりあえずつけますね。はい、取り付けてきました。で、何の話でしたっけ？そうそう。で、4チャンネル目しか使えない状況なんで、そこからヘッドライトと、今つけたこの回転灯ですね。これを取ろうと思うと、分岐させないといけないという、そういうことになっちゃうんですけど、なので、ちょっと導入する車によってですね、空きチャンネルが、空いてるコネクターがあるかどうかっていうのは確認の上ですね、必要な配線っていうのはあらかじめ揃えておいていただく必要はあるかなという感じです。はい、じゃあボディを元に戻して、で、バッテリー搭載して、そっか、4チャンネルの操作でどうなるかってやってなかった。一応それも、チェックも含めてやってみますね。はい、じゃあ、プロポスイッチ入れます。B16 になってます。こっちのスイッチ入れます。いいっすね。いいっすね。で、これが4チャンネルにつながってますので、これぐらいで、これを切り替えます。こう右左みたいにやるたびに、この光り方がこう変わると。うまくいってますね。で、光らせたくないときは、一応こう切ることもできるっていうので、4チャンネル使った場合は、これをこう左右みたいに、こう左右に動かすたびに、これが変わるっていうような動きになりますね。これで、ウッド社長が電池がなくなったら、電池を運んであげると
やっぱり、これがかっこよさそうですね。はい、こんな感じで、ちょっと今回はですね、あくまでも一例として、作例という感じで、取り付け方ですね、ご紹介させていただきました。これやっぱり、働く車系にですね、つけると、いろいろ想定できると思うんですけど、で、今回はですね、これは、なんかバッテリーサポートカーみたいな想定の車でつけてみました。で、最初にご紹介した通りですね、こういうトートラックみたいなのも働く車系ですし、あと、僕は作ってないんですけど、なんか山岳警備隊じゃないですけど、四駆系なんで、山岳警備隊みたいなのを作っても面白そうですし、なんかいろいろできると思うんですよ。なので、これを活用したなんかマシン作りみたいなのも結構楽しいと思いますので、よければですね、参考にしていただきつつ、何か面白い車作っていただくといいんじゃないかなと思います。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。